かなり遅い。もう気にすんなって感じですね。ピークが2年目で来てしまったという。今でもちょっと覚えてるんですけど、電話をして予約をして持ち込みをするんですけど、この漫画描き終えたのが大学4年生の時で、学校帰り、大学の帰りになんか駅のホームでその出版社に電話したのを今でも覚えていますね。もうめちゃくちゃ緊張しましたね。で、電話で基本的に、対応してくれた方が当日見てくれるっていう感じですね。ちょっと私の持ち込みをしたのがもう10年以上ちょっと前なので、今も多分そうだと思うんですけど、基本的には電話を受けた方が見てくれます。相性とかももちろん担当さんとあるんですけど、結構運なところもあるので、ここはちょっとね、後でいろいろね、お話ししたいと思います。ちょっと駆け足でね、一通り絵もねいやー、こういう絵描いてましたね。でも勢いはめちゃめちゃある気がしますね。ちょっと駆け足ですけど、はい。これもうラストかな。これで終わりですね。これページ数を見てもらうと分かるんですけど、31ページで終わってるっていうことはそういうことです。で、これが表紙ですね。で、この表紙がなんとテレビ CM ロトナンバーズの方で使われるというね、ミラクルが起きまして、私がそのね、22歳の40年前に書いた原稿がテレビに映るとは本当に面白いなと思いました。で、この原稿もよく見ると、おそらく立ち切りまで絵が描かれていないっていうのを多分今説明をしてると思うんですけど、線がね多分足りてないんですね。もう一枠外に多分描かないと立ち切りにはならないでしょうね。多分それすらわからないまま当時の私は描いていたんだと思います。で、漫画あるあるかもしれないんですけど、やっぱり書き終えるまで時間がすごいかかるので、出来上がったなんか初めにペン入れしたところと、最後にペン入れしたところってもう絵が変わってたりするんですよね。やっぱ上達しやすいので、書き始めは。それで私も結構その初めに書いたコマで気に入らないとか変だなっていうところはやっぱ後々やっぱくり抜いてコマごと差し替えるってことを結構していたと思いますね。で、これ漫画の最終ページですね。最終ページに、個人情報をバチバチに書くんですけど、ここに22歳、大学4年生、あと投稿歴、漫画歴も書きますね。雑誌によっては別紙で書いて送るところもありました。そんな感じで31ページ書き終えて、無事に持ち込みに行きました。で、私アナログ原稿でね、このトントンっていう瞬間がめちゃめちゃ好きで、こう全部書き終えた後こうまとめてね、こうやって終わったぞみたいな感じでトントンっていうやる瞬間がいつも好きでした。はい。ここからは実際ね持ち込んで、編集の方に言われたことなどを話していきたいと思います。今でもその言われて注意しているというか、ずっと大事にしていることがあって、でそれがやっぱり全体的にやっぱり雑ってすごい言われて、もちろん絵の線も雑だし、一番のあれがやっぱトーンの処理がすごい雑なんですね。でもこれって書いてる時は全然気にしてなくて、書いてる時はもちろん1作目というか初めての、持ち込み作品になるので、すごい勢いはめちゃめちゃあって、本当に朝から晩まで勢いで、書き切った作品なんですけど、でトーンもねうわーって張ってて、でいざ完成してできたって思って、その時は全然わからなかったんですけど、
やっぱりこうやって細かいとこを見ていくとトーンが張り切れてないとか線からはみ出してるとか、やっぱそういうところが多くて、今この改めてね、今現在の私から見てもとても雑な印象がやっぱありますね。でこのページが唯一、編集の方にちょっと褒めてもらったんですけど、このトーンで全部ね国旗とかを表現していたんですけど、そこの表現は面白いって言ってもらえたのを今でも覚えています。はい、改めまして名前ペンネーム内田慎之介です。ここからはちょっとすいません、実写でお話をしていきたいと思います。他にも見てくださった編集の方に言われて、印象に残っていることが、私その持ち込んだのが22歳大学4年生の時だったんですけど、一番初めに持ち込んだのが週刊少年ジャンプで、次に週刊少年マガジンさんの2つ回りました。で一番初めにジャンプの方に行ったんですけど、そこでいろいろ担当さんに言われて、今でも覚えてるのはやっぱりもう20歳超えてたら遅いっても言われまして、漫画家目指すの少年漫画かな、多分週刊少年ジャンプでの話だと思うんですけど、20歳超えて今初めての持ち込みっていうのはかなり遅い。やっぱ10代の頃から漫画を描いてないと結構厳しいみたいなことを言われたのがやっぱ覚えてますね。もちろん少年ジャンプっていう少年誌なので、若い読者もすごい若いので、若いやっぱ作家さんが望まれるんだと思うんですけど、やっぱりそうですね、やっぱそうですね私も目指したのは確かに遅いとは思ってたんですよ。大学21でアキラに出会って、21から22にかけて漫画を完成させて持ち込んだのが大学4年生だったんですけど、でもまだ20代前半、20歳になってすぐといえども、まだ学生だし20代前半だから、そんなに言うても遅いとは思わなかったんですけど、でもはっきりやっぱ言われましたね。でも確かに15歳とか16歳でデビューする人もいるわけなので、やっぱ年のことはやっぱいきなり言われましたね。でやっぱ埋めるには実力を結構頑張んないといけないっていうことをすごい言われましたね。で今年齢の話をしたんですけど、この持ち込みって話ももう10年前の話で、今もだいぶもう年も荒さにはなってしまったんですけど、今もう30もう正直超えてから思うことは、もう気にすんなって感じですちょっと話がずれちゃうんですけど、私も今大きい漫画を描くライブペインターという活動を始めたのが、正直30超えてから始めた活動が数年後仕事につながるようにもなったので、始めるに遅いことはもちろんない。年に関してはちょっと私は確かに編集さんに20歳超えてたら遅いっても言われたけど、気にすんなってことですはい、ちょっと前髪がで動画の冒頭で31ページのちょっと話をしたんですけど、ちょっとねこれも今はやっぱ違うみたいで、私が漫画家目指してた当時は少年ジャンプは31ページっていう特殊な数字で、だいたい32ページとか16ページとか8の倍数とか印刷の関係なんですけど、で募集することが多くて、だいたいもう31ページってかなりもう珍しすぎて、31ページの投稿漫画描いてるイコール週刊少年ジャンプ用みたいなことでちょっと冒頭で話したんですけど、ちょっと調べたら今はね50ギャグ漫画が31ページまでで、ストーリーはなんか55ページまでみたいな感じで設けられてるみたいなので、ちょっと今とは違うんですけど、応募するのは持ち込んだ後の反応を見て、どっちに投稿するか決めようと思って、最終的に、週刊少年マガジンさんの方に
投稿しました。もちろん落選ですね。一次審査も通らず、すぐ落ちたんですけど、おそらく、マガジンの人はこれジャンプ用だなってきっと思ったと思います。そういう意味でね、昔の人は多分31ページって聞くとこれジャンプ用かみたいになると思います。ちょっとねごめんなさいね、今は全然漫画家志望がちょっと離れてしまってちょっと経つので、ちょっと私の情報が古いんですけど、昔はそういう文化があったんだなと。でここからはちょっと担当さんの話をちょっとしようかなって思います。一番初めに漫画家志望さんが目指すところで多分担当がつくことを目標にしてやると思うんですけど、持ち込みの時に電話で対応してくれた人がその担当になるパターンと、持ち込まずに普通にいきなり投稿してそこからその自分の作品を見て気に入った人が声かけてきて担当になるパターンと、あとこれは私がそうだったんですけど、コミティアっていう創作イベントがあるんですけど、私はそこのコミティアで声をかけてもらって後にウルトラジャンプでデビューするんですけど、そのウルトラジャンプの編集さんがついたっていういろいろパターンがあるんですけど、担当さんと相性がいいか悪いかはやっぱ人同士なので、ここは結構難しくて、で言い方あれかもしれないんですけど、やっぱりその合わない編集さんもいるし、そうあるんですよ当たり外れてたすっごい悪い言い方なんですけど、やっぱそれは正直あって、で持ち込んだ時に担当になる場合ってその電話で取ったその運になるので、仮にそのあんまり絵が好みじゃないけどなんか良さそうみたいな感じで担当になる方とかもいたりすると思うんですよ。私も結構ずっと持ち込みとかやって、最終的に私は持ち込みをやめて、投稿だけしようって思ったんですね。で投稿すると私の絵とか私に可能性を持ってくれた人が声をかけてくれるので相性がいい可能性が高いんですよ。そもそも私の絵が好きな人がなってくれたりするので、やっぱり自分の絵が気に入って声をかけてもらった方がなんとなく私は長い付き合いができるのかなって、どちらがいいとかもちろんはないんですけど、持ち込むももちろん大事なんですけど、いきなりね投稿してその担当さんがつく場合ももちろんあるので、そういうこともあるんだよという話を、しましたすいませんということで改めてちょっとね今回こちらの私の初大学の時に書いた、原稿を見ていただいたんですけども、この時はその漫画の描き方とかもちろん知らないし、別に専門学校も行ってなかったので、本当にドームを見ながらアキラ大きいのでね、大友克洋先生のドームを見ながら書いてましたね。でなんだかんだを書き切りましたね。もちろんそのね構成力とかそのトーンの処理とかが全然ダメだったんですけど、今思うと結構感慨深い。これがねロトナンバーの CM 今まだやってんのかな、ロトナンバーズの CM でこちら使っていただいたのでよろしくお願いします。でその一番初めに持ち込んだその少年ジャンプの、編集の方に言われたことは今も大事にしていて、とにかく丁寧に仕上げるということは、そのトーンの処理とかもそうなんですけど、やっぱ丁寧に絵は仕上げることはめちゃめちゃ大事。クオリティが全然変わってくるので、同じ時に描いててもやっぱ雑に描いたら雑な絵っていうかあんまり良くなくて、丁寧に描くとやっぱそれだけ完成度が上がるので、上手に見えたり印象もすごいいいので、やっぱりそのトーンがねはみ出さないようにゆっくりこう貼るとか、ホワイトをきれいに入れるとか、やっぱそういう丁寧に仕上げるってことはすごい今も、大事にしています。で修正期で、修正することももちろん悪くはないので、恐れずにね、失敗したら修正期できれいに直せばいいだけなので、とにかく丁寧に、作品を仕上げるということを、初めての持ち込みで学びましたもう多分いっぱい他にも言われたんですけど、ほとんどもう覚えてなくて、でもそれだけはすごい覚えております。その時の見てくださった方まだいるのかな、ありがとうございました。名刺は、もらえなかったのかな。
初めての持ち込みで「週刊少年ジャンプ」では名刺を多分もらえなくて、週刊少年マガジンさんの方では名刺を確かいただいたと思います。でなんか次ネームができたら持ってきてねって確か言われたと思います、そのマガジンさんの方で。でジャンプさんの方ではまた次書いたらまた、持ってきてくださいみたいなことを言われたような気がしますね。そんな感じの初投稿体験でした。もっとねいろいろ話したいことはあるんですけど、ざっとそんな感じでした。はい、そんな感じで第1作目の持ち込みを終えた22歳だったんですけど、こっからがちょっとミラクルが起きまして、なんとその1年後の23歳の時に私デビューをします。なんと2作目で、ウルトラジャンプさんの新人賞の方で佳作をなんと受賞してそのまま本誌が受賞した作品が本誌に載りまして、なんと1年でデビューをするというトントン拍子が待っていました。ちょっとね次回そこら辺の話をしようかなと思うんですけど、ここにね実は当時のもういつのだって感じでこれバレちゃうんですけど、これがね当時のウルトラジャンプで、内田伸之介マインドジャックということで、こちらが唯一私が最初で最後の、デビューですかね、本誌に載った作品なんですけど、1年後で絵がもう全然変わるんですよね。急にやっぱその丁寧に描くことを意識してかなり、絵が上達というか、自分で言って申し訳ないんですけど、2作目でこうなるのかなって自分でもちょっと当時のことあんま覚えてないんですけど、私が言うてしまったら漫画家志望のピークが2年目で来てしまったというその後まさかね10年近くその漫画が載らないというか、結局それが最初で最後だったという夢を思う前って感じなんですけど、次回はねそこら辺の話をしていきたいと思います。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。ありがとうございました。